天秤座さんの皆さん、こんにちは。今回はこれを見てくださっている天秤座さんの皆さんに急激に決まることというテーマでカードリーディングを行ってまいります。見てくださっているこのね、今この時がタイミングというタイムレスリーディングとなっております。引かれたメッセージをどうぞお受け取りいただいて活かしていただけると嬉しく思います。早速スタートいたします。まずですね、現状から見ていきたいと思いますので、カードをねカットしていきたいと思います。はい、こちらとこちらです。はい、それではですね、こちらの上からオープンしていきます。せーの、はい、こちら審判のカードが出ています。そしてせーの、はい、タワーのカードが出ています。はい、すごいなんかこうっていうような精神的なショックを受けるようなことであったりとか、ちょっとこう現実的に忙しいことがいろんなことが起こっているっていうようなことですよね。そういうことを今この2枚のカードから同時に見た時にはとても感じるんですよね。なのでお人によっては信じられないっていうようなことが起こったりとか、どうして今このタイミングでなのっていう風な、そういうねお気持ちの中で何か現状を受け止めてる部分っていうのがきっと終わりなのかなっていう部分と、あとは過去における部分がもう一度再復活してるっていうような部分ですよね。もしかしたらお人によっては再チャンスっていうことが到来してたりとか、復縁をしたりとかですね、何か過去における部分のチャンスみたいなものに対してもう一回挑戦していこうっていうようなですね、そういったお気持ちでチャレンジしてたりとか、それともう一つはですね、何かリニューアルっていうような気持ちですよね。新たに何かをするっていうようなご自分のお気持ちから発信する、何か対人であったりとかっていうことではなくって、ご自分のお気持ちがもう一回っていうような何かそういったお気持ちですね。そういうところでの再起であったり再挑戦っていうようなところでですね、いろんな意味でショックを受けたりとか、ご自身の中でその意外な何か受け取ることっていうことですね、現実的な部分での受け取りみたいなことが終わりだったにせよ、そこから何かご自身の中でもう一回じゃあやってやろうじゃないかみたいなところで思ってらっしゃる方もいるでしょうし、じゃあそこからどうやっていこうっていう風にですね、再度何かご自分を見直していくっていうことをねしている方っていうのもいらっしゃるでしょうし、この何かが起こったことっていうことに対して決して悪いことっていうのはなくって、そのおかげでと言ったらいいのか、そのタイミングで何かが動き出してるよっていうような風にね、今メッセージ的にはそのように伝えてきてくれてるんですね。で、いろんなケースバイがありますから、そういったことが人であったりとか事柄ものっていうようなところで、それぞれにとって何にそれが対象っていうかね、起こっているのかっていうことはそれぞれだと思いますけれど、そういう形でいろんなことがですねサイクル的に動き出しているようなタイミングなので、入れ替わりというかね、もう一度何か物事が動いている入れ替わりのタイミングっていうことを伝えてきてくれております。で、はい、この流れの中で、急激に決まることがどのようになっていくのかをね、ちょっと早速見ていきたいと思います。これだそうですね、これがちょっと気になります。はい、そしてこちらです。はい、せーの、はい、カップの5番です。そしてせーの、はい、ペンタクルのキングが出ております。はい、なんか
カップの5番が出てるので、今ね信じられない、どうして今こんなことが起こるんだろうっていうようなところのメッセージからの急激に決まっていくことっていう部分において言うと、いろんな意味でいい意味でも悪い意味でもご自身の中には明確さみたいなものが分かってくるっていうタイミングではあるってことを伝えてきてくれてるんですね、まずは。でその自分の中で惹かれなかったこと、どうしてこんなこと起こっちゃったのっていうような一時的な精神的なダメージを受けるようなことに関して言うと、ちょっとご自分のお気持ちっていうのはまだね何かしらのしこりであったりとか、ちょっとすぐには手放せないよっていうようなところの部分は終わりだったにせよ、その反対の感情、ご自分がじゃあ何に惹かれてるのかとか、反対側を見た時にはとても分かりやすいことっていうのがあるよってことを示してきているんですね。そういったことに何か急激にご自身が気づいたりとか悟っていくようなタイミングっていうことをこの2枚の同時に見た時にはそのように伝えてきてくれてるんです。でその何かご自分にとって、悲しいことはあったにせよ、それだけじゃないご自分の生活の中における、じゃあ何が自分にとって嬉しいことなのかとか、惹かれることなのかとか、しっくりくることだったのかっていうようなところで見た時には、こんなことあったわっていうことに気づいたタイミングっていうことがご自分にとってのすごく実りであったりとか、現実的な金銭的な部分における何か金運を引き寄せることっていうことを一番今強く感じるんですよね。官僚系というか、ご自分が豊かになるっていうのが一番のメッセージではあるのですけれど、急激に何かご自分のお金にまつわることとか、そういった金銭的な部分っていうのも動いてくるってことも感じますし、いい意味でご自分が嬉しいな、こんな豊かだったんだっていうことに気がついた時に、すごくそのタイミングで世界が広がっていくようなタイミングっていうのがもう広がっていくっていうかね、そういったことが作られていく、現実的にこの先に作られていくようなことにつながってるっていうことを伝えてきてくれてるんですね。なので見方を変えるっていうことに対しての、ご自身がその見方をね、今ポジティブだよっていう方もいらっしゃると思うので、ポジティブだよっていうような方はその反対側見ていく必要はないと思うのですけれど、あんまりご自分の中で自分と一致してない、自分の中でそんな感情本当は好きじゃないよっていうような感情を見ていらっしゃる方っていうのは、ちょっと今方向性を変えてみるっていうことにおけること、何かそういった動作、自分の中で行動っていうか、そういった気持ちの切り替えみたいなことをしようっていうふうに意識すればするほどに、何かが動いていく、決まっていく、そしてその見ていく方向性にご自分の豊かさ、金運っていうのが一番強いですけれど、そういった部分が待ってるっていうことを伝えてきてくれてるんですよね。そういう意味ではポジティブなことっていうのが決まりやすいタイミングっていうことを伝えてきてくれてるので、ご自分の中でそうなんだ、じゃあそういったことを意識してみようっていうふうにお決めになったら、すごくそういったいい意味で循環が生まれてくるよっていうことを伝えてきてくれてるので、すごくね見てくださってるこのタイミングいい時期なのかなっていうふうに感じます。でここからじゃあね、どういうふうに切り替えていけばいいかとか、さらにね深掘りをしていきたいと思います。こちらですね。はい、こちらと、じゃあ上からオープンしていきます。せーの。はい、魔術師のカードが出ています。せーの。はい、こちらの運命の車輪が出ています。はい、すごくね明るいメッセージというかアドバイスが2枚ね届いてくれてるんですね。でご自身の中でそういった、お気持ちの入れ替えをすることによって、そういったお気持ち入れ替えようっていうふうに決めることによって豊かさ、金運を引き寄せるっていうような部分一番感じてたわけなんですけれど、やっぱりねできるっていうことに対してご自身が肯定的になるっていうことをね一番伝えてきてくれてる部分がこの魔術師のカードなんですよね。自分は本来は何でもできるし、何でもやれる、やりたいと思ったことに対して言うと、やりたいと思えば何かしらの行動は起こせるっていうことを伝えてきてくれていて、できないとかやれないっていうようなことっていうのは過去における何かがしこりになっていたりとか、ご自身の中で何かトラウマになっているような事柄
っていうようなことがあったりする部分っていうのも若干あったりするのかなっていうふうに今ねこのカードからなんとなく感じるわけなんですけれど、そうやってご自分の意識を改革していくとか、意識的な部分をそうやってできるかもしれないとか、あ、今だったらそういう時期なんだっていうようなことを認識していくことによって、何かそういったエネルギー的な作用、ご自分をストップしてしまうようなエネルギー的な作用がガラガラと終わっていくようなタイミングっていうことを伝えてきてくれてるのがこちらの魔術師のカードなんですよね。なのでそうやって今までであれば何かそういうお気持ちがあったとしても、その先に進むというよりかはどちらかというと、じゃあどうしたらいいんだろうっていうようなところに自分のねエネルギー的な部分がちょっとねフォーカスがいってしまうような状況っていうのが終わりだった方も、このタイミングはそうなんだっていうふうに思うと、なんかそういった扉が開けているようなサポート的な部分のエネルギーが強く作用する部分っていうのもありますよっていうことですね。それがご自身の中でやっぱり必然的に起こってくるタイミングっていうことを伝えてきてくれているのが運命の車輪、まさにチャンス到来の時っていうことを伝えてきてくれております。ぐる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 私たちってサイクル的にね、四季があるように1月から12月までがあるように、そうやってぐる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 、回ってるっていう部分もありますよね。その中でやっぱり今このタイミングはすごくそうやって転換しやすかったりとか、今ね現状として示してきてくれていた部分として、もう一度やってみようとか再チャレンジっていう部分のメッセージありましたけれど、まさに本当にそこを伝えてきてくれていて、そうやって今までの何かをポジティブな部分に転換させようとしてくれているような、ご自分がそれをしかもですね、ご自分のエネルギー的な部分の作用の中でそれを起こそうとしてるんだっていう部分をですね、タロットの方が示してきてくれてるんですね。なのですごくご自分にとってはすごい実りの多いような時期っていうことを伝えてきてくれておりますから、このタイミング使われるとすごくやりやすいのかなと思います。そして、今回のそのね、何かご自分を決断していったりとか、決めていくっていう部分のことに関してのテーマですよね。そこをちょっと見ていきたいと思います。はい、こちらです。じゃあね、こちらオープンしていきます。せーの。はい、カップの5番です。やっぱりこれがテーマになってるっていう部分なんですよね。やっぱりご自身のもしかしたら本心、本当に望んでる気持ちとするなら、何かご自分が不一致している状況っていうか、その自分が望んでないお気持ちを抱えてるっていうこと自体が本当はご自分が望んでない部分なんだっていうことですね。でもどうしてもエネルギー的な中で、対人の場合は特にそうだと思うんですけれど、そうやってエネルギー感の中でつながってしまうっていう部分があって、そうやってねエネルギー的な部分では何か自分が考えた時にどうしてもつながってしまう部分があるんだっていうことですね。そこを今しっかりと断ち切って終わりにしていこうっていう風にですね、しようとしている作用っていうのがやっぱり今回起こりうることとしてはあるっていうことですね。そういう風に伝えてきてくれていて、こっちの方向性、ご自身の中の本当は何がしたいのか、本当は何を感じているのかっていう部分に対してしっかりとご自身が前を向いてですね、その先に進んでいった時に金運を引き寄せたり、豊かさ、ご自身の中の本当に望んでたことってこういうことだったんだっていうような世界を見るべくして、そういったことを確認する作業っていうのが今起こってるよっていうことを伝えてきてくれているので、やっぱり大きな流れの中で見た時にはすごく今は転換期っていうことがやはりテーマの一つになってるよっていうことですね。何かを終わりにさせるべく、いろんなことがご自身の中のお気持ちとして決まっていく時期っていうことを伝えてきてくれております。そしてキーワードもねちょっと見て深掘りしていきたいと思います。はい、こちらとこちらです。はい、せーの。はい、こちらとせーの。はい、こちらです。すごくキーワード
言ってみたらこれ正反対の意味に私今とてもとっていて、やっぱりこう自分の中で重いなっていうような感覚であったりとか、望んでないっていうような感情っていうものに対しての終わり終焉っていうことと、本当に望んでるものって自分は自由だなっていう風な感覚だったりとか、楽だわとかっていうような軽いお気持ちっていう部分の何かこう対比の部分でのキーワードになってるんですよね。で、私たちの部分のその今ね天秤座さんの部分においては、今こちらを選択していくような状況っていうことをね伝えてきてくれていて、なのですごいこれがね光って見えるんですよ。で、もしご自身の中でそういった部分を終わりにしていきたいっていうふうに決めていらっしゃる方っていうのは、青色イメージしていただくといいと思います。宇宙とかのお空見ていただいてもいいと思いますけれど、地球を意識するというよりかはちょっとこう宇宙意識になるべく、空宇宙のね何かこうインターネットで調べていただいて、宇宙のね銀河のありますよね、そういったものをちょっと見ていただいたりとか、プラチナシルバーとかっていうふうにも言われてたりしますけれど、そうやってね宇宙のこう立ってる、自分は宇宙に立ってるんだっていうことを意識でするべく、何かそういったことをイメージしながら現実の世界の部分とこう向き合ってみるっていうのはとてもいいことかなというふうに思うのですけれど、なんとなく今ね本当にそういった感情に対してご自身がもう終わりにしていきたいっていうようなこと、急激に何かお気持ちの中で湧き上がってくる方っていうのももしかしたらいるかもしれないですね。もう嫌だとかですね、もうきびすを返すっていうようなところでこうぐっと変わっていくような部分っていうのも示してきてくれていて、そうやってご自身が必然的に何かを起こしている部分っていうのもきっと終わりになるのかなというふうに思いますけれど、いろんな意味で今がこう軽くなっていくタイミングってことですから、ぜひねその軽くなった時にいろんな物事っていうのが好転し始めて、ご自身が望んでいることっていうのがピタピタピタって合ってくる、決まってくるっていうことを伝えてきてくれているので、人間関係においてもご自身のそうでない仕事とかプライベート以外のことに関してもですね、そういうことも軌道に乗ってきたりとかっていうこともきっとあると思うんですよね。見方が変わってこう上に上がっていけばいくほどに、何かこう自分が気になってたっていうことがどんどんこう点がこううわーって離れていく分こう小さくなってきますよね。そういうふうにこうちょっとこう現実の自分が本当に執着していたそういったお気持ちから離れていくことによって、そういった現実も引き寄せるっていうことがだんだんとなくなってくるような部分っていうのを示してきてくれているので、すごくいい時期だと思うんですね。なので今ねポンポンポンとお伝えさせていただいたメッセージをお受け取りいただいてね、そういったことがもし終わりだった方に関しては、そうやってねご自身が今上がってる状況、軽くなってるんだからこっちを選択するんだっていうことをねしっかりと決めるっていうことが、豊かさ、特に金運っていうことですから嬉しいですよねをどんどんとね引き寄せていくことにつながってるんだ。そして豊かとか嬉しいとかっていうような感情の中で毎日を見ていくことができるんだっていうことをですね、ちょっと頭の片隅に入れながら毎日を観察してみると、本当だっていうようなことがもしかしたら終わりになったりするかなというふうに感じますから、ぜひねご参考にしていただけるといいかなと思います。いかがでしたでしょうか。天秤座さんの、急激に決まることリーディングは以上となりました。少しでも共感していただけましたらチャンネル登録や高評価の方もいただけますと大変嬉しく思います。それではね、こういった実り多き何かこう転換していくサイクルの流れがやってくる時期ということですから、ぜひね天秤座さんの皆さんがこちらのリーディングによって最善最高の日々となっていきますように、いつもここから応援しております。それではまた次回お会いいたします。どうもありがとうございました。